はようございます。はい、人生の歩き方ナビゲーションチャンネルナビゲーターの千尋と佐藤です。はい、なんと本日2月7日はうちの会社のピカリのはいピカリの株式会社株式会社ピカリの、はい、創立記念日はい、3周年となります。パチ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 。もうどうやねん。3周年じゃないよ。3期目に入んだよ。面白い。いやもうね、今さとこさんはそれどころじゃないんですよ。もうね、どういうどころかというと今ね、今日これからどこに行こうかというところで、あれクルーズ船が発着するところ、このね、辰ノ島っていう。はい。なるほどなるほど。さあこのクルーズ船はまあ今日ですね、今朝ものすごい雨が降っていて、もうどす黒い天気だったんだけど、今止んでですね、だんだん晴れつつあるだいぶ青空出てきました。いう感じなんですよ。で、どこに行こうかでもてんやわんやです、さとこさん。何も決めてないからね。何も決めてないからさ、今決めなきゃなんだよね。まず向かうところ。だからこの辺ね、この辺わかる？これ。ちょっと私この席をセッティングしたいから。この辰ノ島っていうところがあって、なんかなんだっけ、地層が見れるんだけど、海からね、なんか岩がこう隆起して島ができて、その地層がすごい綺麗らしいのね。なるほど。でその辺に行けたらなっていう感じかな。はいはいはい。そうで今日ね、多分お天気は晴れるんだけれども、風がものすごく強く吹くであろうということらしいんです。一周回ってもそんなかかんないんだよね。車だったらなんか20分とか30分とかそんなもんなんだっけ。そうね、そういう風に言ってましたね。だからまあ回りつつ、ここにするかみたいな感じで行ってみますか。そうですね。このなんだ、勝本港か、勝本港に行く行きしなに多分この猿岩とか、そうだね、なんか猿みたいに見える岩とかね、鬼の足跡とかあるらしい。ちょっとその辺を寄りつつかな。そうだね。ださっき雨降ったばっかりだからちょっと足元がだいぶ悪いと思うので、まあ一旦ちょっと港に行ってみましょうか。行きましょう。はい。ね、そこにはイルカパークとなるものもあるらしいということで、イルカのお家作ったんだって。じゃあちょっと行ってみますよ。はい。いいですか？はい。では出発進行。出発します。よいしょ。これね、高台にあるんですよ。今回まもなく左方向です。長崎で右方向。目的地は10時頃到着の予定です。そうですね。ちっちゃい旅館がね。そうだね。この辺のここはですね、何から話す？旅館について話す？国民宿舎、今回泊まった国民宿舎ですけれど、右方向です。その先左方向です。ですね。国民宿舎行きしまそう。はい。今日土曜日だから多分あれなのかな。何組か宿泊客がいるのかな。とにかく昨日は完全にお風呂が貸し切りでしたと。そうそう。だから貸し切り風呂もあるんですよって言われて、でいくらなのかと思ったら330円。はい。安っ安っていう感じなんだけど、
普通の大浴場が貸し切りだったんで、いらんやんっていう。左方向です。そうん。ここ左です。でもなんかうちらの後に多分遅いフェリーで着いたお客さんがいたみたいで。う。そうそう。うん夜8時ぐらいにね3組ぐらい泊まって、女性のお一人様客がいらっしゃったね。ね、そうだね。うん。多分神社巡りじゃないかなって思ったんだけど。そうでね、とにかくというか、一つは、まあ別に不便は何もないんだけど、一つだけあるのが、うんトイレが別。そうね。そのお部屋にトイレがないという。うん。うん。で、建物そのものは割と、なんだろう、新築じゃないんだけど、リノベうん。してあって、うん水回りとかは割と綺麗。綺麗にね。うん窓もね、そう、二重二重窓窓にになっていなってて、ね。で、洗面台がなんか、うん新しい綺麗な、鏡のね、うん。割と鏡に電気がこうつきますみたいな、うん。そういうまあ確かにね機能的なのになってたりとか、で、お風呂も多分、天井とかね、綺麗になっていて、で、とにかくすごく清潔にされてますっていうのはすごくいいですね。で、やっぱ物理的なそのね、トイレ別っていうのが、昔は当たり前だったんだけど、やっぱ今がそうじゃないっていうのは、ちょっと、で、特に私夜おトイレ行きたいっていうそうそう。人なので、ほんと困るわ、あれ。困るわね。そこがね、ただまあそれも多分慣れてしまえばなんてことはないというお話なんだけど、っていう感じだね。まあでも、島の人はみんな親切だね。うんうん。旅館の人もね、今日のレンタカーのそうだね。人もね。そう。で、お風呂がやっぱりすごいですね。温泉がね、泉質がすごいいいんだよね。うんうん。で、なんだっけ、ナトリウムなんだけど、硫黄も入っていて、なんかね、朝市がね、一番風呂が、なんか、温泉マニアも、一番風呂を目指してやってくるみたいな。あ、そうなんだ。なんだって。なんか、朝6時から入れるんだよね。朝6時にね、温泉行ったら、昨日のね、夜入った時は、全然何も浮いてなかったんだけど、なんか湯の花が浮きますとかって書いてあったんだけど、今朝6時の一番風呂を見たら、なんかね、油膜が張ってんのね。うん。ちょっと怖いよね、あれ。何も知らないと。油膜が張っていると思ったら、それがね、その硫黄の成分らしくって、で、湯の花浮かんでてね。なるほど。なんだっけ。バリとか言う。ああ、そういう風に言うの？なんかそうらしい。はいはいはい。で、それをめがけて温泉マニアが朝一入りに来る。ああ、でもそれは確かにうなずけますね。でもむっちゃ暑かった。多分優に45度はあると思います。なんか源泉ね、60度超えらしい。そうよね。だから多分源泉そのまま引き入れてるから、いやー、ちょっと、あちゃ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 ちって感じ。そうで、さとちゃんは熱いお湯が苦手だから、私は割と入れるんだけど、でも昨日はだから全然ね、もうぬるーって感じで、入りやすいねっていう感じだったんだよね。これぐらいの温度なんだと思ったら、いやいや、割とびっくりしたね。昨日は1日かけてぬるくなってたんだよ。だからで夜10時までだから結構他の普通のねああいう温泉が入れるところって12時ぐらいまで入れるのが一般的だから、それに比べるとすごく早いっていうのもあるかもしれないけど、だから一回抜くんだね全部お湯を。なんかお風呂ねお湯全部抜いてお掃除して朝までに新しいお湯を溜めてくれるらしいんだけど、すごいよな、銭湯かみたいな。すごいよな。そうでその朝一の熱々のなんかできたてほやほやのお湯が全然姿が違うね。違ったね。びっくりしちゃった。そうなんかもともとそのミネラル分の多いさ赤いね鉄サビ色のねお湯でねで濁ってんのね。だからなんかそれだけでもなんかいいお湯だなと思ったんだけど、今朝の油膜を見たら
ちょっと一瞬ビビったけどすごい良かったそうだね、あれはちょっと癖になるかもしれない。あれいいね。明日の朝も楽しみだな。はい、そんな感じで。ですね。まあだからそういう点ではね、泉質はどこも同じこのね、地域、同じ温泉街だったら同じなので、まあそういう点では国民宿舎はとてもお得に泊まれて、いいですよと、みんな親切だしという感じだよね。そうだね。はい。そして今回、朝9時からねレンタカーを予約しまして、今レンタカーに乗ってるという状況なんですけど、はい。ですね。今回さとこさんがね見つけてくれたベアレンタカーさん、レンタカーを借りて、なんか島に何軒かレンタカー屋さんあって、まあ大手のレンタカー屋さんもあるんだけど、ここが地元のレンタカー屋さんで、とっても親切ですっていう口コミがあって、で連絡してみたらまあ親切、ね。であれでしょ、わざわざなんか宿まで車持ってきましょうかって言ってくれたんだよね。そうだから9時にその、店舗に伺いますって言ってしてたんだけど、9時半だったら車持ってきますよって。でちょうどだから私たちの宿からレンタカー屋さんまで、まあ私たちバスで行こうとしてたけど、これバスないよね。そうね。だから結局タクシーを呼ぶ羽目になって、でタクシーで多分2、3000円ぐらいかな。それぐらいだね。昨日3000円ぐらいだったもんね。そうで、まあそれすらも分かってなかったけど、でもその前にちゃんとね気を回してくださって、持っていきましょうかって言ってくださって、助かったね。さすがだ。素晴らしい。およそ500メートル先左方向国道300。だからこれ多分これバスで来る手かもしれないけど、バスないよねってなったんだろうね、きっとね。そう。だから昨日もどうしたんですかって言われて、いやなんかバスなかったんでタクシーなんですよ。そうなんですよねってめっちゃ言われたもんね。国道382号線です。しかも最後ねフェリーの港まで送ってくれるのね。そうでそのレンタカーさんの店舗がある近くの港じゃなくって、昨日ね着いた郷の浦ではなくって、もう一つの芦部港っていう反対側の港から明日はちょっと出発するということを急遽決めまして、でちょっとワンチャンそこまで送ってってもらってもいいですかって聞いたらいいですよっていうことだったんで、なかなかにね、なかなかとても融通が利く、口コミ通りですね。とてもいい感じですね。すごく融通が利いて親切という口コミだったんだよね。まあでも基本島の人は親切だ。助け合って生きていかないといけないからな。どこの島に行っても島の人は親切だね。あ、そう？割合と。そうですか。まあ沖縄とかみたいになっちゃうとね、あれはもう都会だからだけど、離島と言われるところの人たちはみんな親切だね。はい。ということで、一旦そんな感じですかね。はい。じゃあ一旦切ります。はい、辰ノ島行き漁港勝本港に到着したんだけれども、どうやらですね、今オフシーズンのため定期便は運航していないということで、事前予約が必要だったんだな。そういうことなんだ。はい、これですね、書いてありますね。ここにね、1月から31日までは定期便が運航してないので、前日までの予約で運航いたしますということでございましたね。はいということで、まあとはいえちょっと今日は風が強いから、風が強いからね、冬はやってないんだって、あんまり。だと思いますよ。寒いと思うもんだって。遊覧船はそこにね止まってるんですけど、結構ね多分暖房とかないんだよ。まあ船だからね。まあ寒いよ。暖房はあるかもしらんけど風は吹くよ。寒いっす。なのでじゃあ次のスポットに行ってみよう。じゃあ今日の最初のスポットは御嶽神社というところに来ました。
まあ何せ生島は、1000もの神社があるそうで、そうなんですよ。はい。かなり上の方に登ってきましたね。でもここまで車で来られるのもなかなかにありがたい。あの上が展望台になってて、なるほど。すごい景色多分いいはず。御嶽神社。これです。はい。駅の三岳の一つ、御嶽山。鬼門なんだね。ほう。あ、猿田彦さんなんですね。はいはいはい。導きの神様です。はい。はい。本日、株式会社ピカリ3周年ということで、気持ち新たにここからそうですね。踏み出したいと思います。ね、必要な。はい、今展望台にね上がってきました。はい、御嶽の展望こん台。な感じでぐるーっとほぼ島一周見えるかな。一周、まあこっち木があれだけど。うわ、風に飛ばされそうだ。海で、わ、これ風に飛ばされる。わあこれはここからの時代を力強く生きていくんだよという風でしたね。あっちが郷の浦だね。はい、郷の浦ですね。そうですね。うん、はい。でこっち側がですね、これね今もやってる見えないんだけど、うっすらと向こうの方に陸が見えるのが対馬だそうですね。でその先に韓国、はい、プサンって書いてあったここに。そうだね。はい、ここにね。こういう感じで、ね、はい、ここまで見えますよ、ということらしいですね。はい、今この猿田彦さんの神社をお参りして、展望台に登ってきましたと。これちょっと、お社はここからだと見えないんだな。すごくやっぱり猿田彦神社は力強い荘厳なエネルギーですね。私たちはとても猿田彦さんとはご縁がありますし、導かれてますので、ここから新たにまた導いていただきたいですね。必要な神様のところに連れてってくれるのね。で必要なエネルギーをいただくのの導き道案内道案内だってさ吹かれるんだよ。道案内してくれるっていう神様。そうですね。はい、ここがなんかねダムになってるんだね。でダム公園もあって、ダム湖挟んで反対側が目だけ、こっちが男であっちが女。あ、じゃあこのあちら側が目だけ。そう、多分雨のうずめさんじゃないかなと思うんだけど。そういうことなんですね。なるほど。はい、素晴らしいです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。今御嶽神社から目嶽神社の方に移動しようと思ったんだけど、ちょっとこの通りすがりにね、このお猿さんたちちょっと見てみたんだけど、いわゆる有名な見ざる聞かざる言わざるなんだけど、このそれぞれがなんか耳は塞いでるけどしっかり目で聞こうとしている、口は押さえているけどしっかり目で訴えようとしている、こう見えないようにしてるんだけど本当は見えてるよみたいな、なんかそんなこと思ったので、今ちょっと撮ってみました。見ざるはベロをベーって出してるね。そうなのよ。味覚が鋭くなってるのかな。ね。だから目で見てないけど、こうね、他のところでしっかり受け取ってるよっていう、なんかこの日本っぽいアイロニックな感じ。そうね。五感を研ぎ澄ませっていう。そういうことですよね。はい。今ですね、山を一生懸命登ってきたんだけど、最後の仕上げがですね、
これですね。ギュギュって感じですね。この坂を最後登っていきます。これが本田家神社。面岳神社ですね。面岳神社ということで、はい。古事記の中に描かれている、ね、はい。天の岩戸開きの神話、雨のうずめのみこと。はい。何のこっちゃわからんという人は、佐藤のゆるっと古事記解説見てね。まだそこまで行ってない。あ、行ってないな。確かに。そろそろ、行ってないな。そろそろ行こうか。そろそろ行きます。うん、じゃあお楽しみにしてください。じゃあ最後この坂を登っていきたいと思います。これ45度ぐらいあるよ。やばいね、これ。ちょっと。降りる時のが怖くない？そうだね。まあでも今日一旦ちょっと雨が朝降ったけど。いやー、これ、ずるってなるパターン。ならないで。ならないで。草がさ、あるやん。これずるってなるパターンよ。そうなんですよ。降りるとき。で、さらに、この先です。さらに登ります。いいよ、先行って。よいしょ。よいしょ。よって。でもちょっと日がね、差して、ちょっと風が止んでくれたので、歓迎されてます。よいしょ。どっこらせ。よいしょと。どっこらせ。やばいのこれ。これやばいね。結構な感じよ。でも途中でやめられないっていう。よいしょ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 。そうね。御嶽の方が全然楽に行けるやん。どういうこと？やっぱそういうことなんだよ。これやっぱ女性の方が激しいっていうさ。そうね。このなんていうかさ。なんか、わかるわ。すごく。ほら、この、石段もなくなる。これがまさに、女性が行く道ってことなんだよ。そうか。ここで踊るわけよ、うずめちゃんは。すごいよな。まだ見えてけえへんな。あの看板500メートルって嘘やん。直線距離なんじゃない？直線距離やね。全然500メートルどころじゃないよ、これ。やっぱ男性は広くて大きい、ゆったりした道をお社見えてき悠々とました。歩き、ありました。女性は狭くて急で険しい道を一生懸命歩くという、カルマだな。来ました来ました。よいしょ。そんなことも教えてくれるんですね、この旅は。こちらです。はい。到着。ご挨拶していきたいと思います。はい。さっきですね、目竹神社ね、しっかりお参りさせていただいて、次来たのはこの福井石っていうご神体なんですね。目竹さんのご神体ということで、ちょっと見てみましょう。よいしょ。ほい。大きいね。この、いわゆるあれだね、岩倉パワースポットだそうですね。はい。猿姫の君、縁結びの神様がこちらです。じゃじゃーん、ドドン。カラスさんが鳴いてます。何かを知らせに。わー、
もう風が止んだね。素敵な木ですね。うん。わあ。あっちがあれだね、御嶽山。あ、あれが御嶽山だ。あ、あれ展望台だ。あねっちの方に見えてる。さっきの展望台あー、すごいね。素敵。あー、すごい素敵な場所だ。うん。はい、こんな感じですね。うんすっかり晴れました。はい、ちゃんとね、道路、道は整備してありますので、まあちょっと階段がここは下ってきたけど、まあちょっと階段になっているので、先ほどのような険しさはないかと思われます。ね、ちゃんとね、足元整備してくださってるからよかったわ。本当。エネルギー高いです。ただやっぱね、ゼロ島らしくって、マップにちゃんと現在地映りません。あら、そういうことか。だからカーナビにも出てこないし。ね。だね。お花が咲いてる。うん。まあでもこの Google ちゃんに出てきてよかったね。うん。ね、神社の場所は出てきたんだけど、でも近くに来ると自分のいる位置がなんか全然違うところに表示されるのでお気をつけくださいって感じかな。なるほど。はい、私たちは今龍田神社という島の突端にある神社を目指して行きたいと思います。風がねちょっと吹いてきましたよ。よいしょよいしょ。はいはい、お邪魔します。これは銀行かな。古戦場なんだっけ、そうだね。じゃあここは私たちが目指してきたところではないな。お邪魔しました。トンビちゃんが飛んでます。お邪魔します。これお墓ですか？お墓のようですよ。そしたらもうちょっと向こうかな。またちょっとマップの表示がおかしくなっていて、ふむふむ。現在地がわかりません。なるほど。すぐずれます。じゃあご挨拶しとこう。すごいトンビがめっちゃ近くを飛んでいる。じゃあご挨拶していきましょう。はい、やってきましたよ。導いていただきました。すごいね。うわー、波がすごい。今日はすごい。いやうわー、バッサンバッサンだね。あちらに見えてきたのが龍田神社さんですね。はい、すごいね。もう海の上だね。まあ、まさに龍神さんが。うわー、すごいよ。すごいよこれ。これは見応えがありますね。あらー。はあ。いやー、鳥居の向こうに波しぶきが弾けているよ。これ明日この波の中でジェットフォイルで帰れるだろうか。大変だね明日。しかも1度とかで。やばいな。
わー、わー、バサンってなるかも。バサンってなったら嫌だな。嫌だなってなんそれちょっと。だってここバサンってほらなるかもよ。ここまで来て何を言うとるねん。うわー、寒っ。行くで。寒っ。うわー、風強。うわー、すごいね、あの波。寒いよ。ほら来た。お邪魔します。わー、すごいな。足がすくんじゃいそうだ。うわ。危ね落ちないでね。え。やばい。助けらんないよこれ。そうだね。自力で行かないといけない。すごいねこの岩。すごいな。このなんかなんていうの、トゲトゲっていうか、このなんとかって言うんだよね。なんとか岩。何がんだろうか。忘れた。よいしょ、お邪魔します。すごい失礼いですね。たします。すごいですね。わー、わー、うこれわー、すはすごい。ごいな、これは。ははー。うわー、すごい。なんかこういう光景テレビで見たことあるけど、火曜サスペンスみたいなやつだよね。火曜サスペンスだな、まさに。ここでなんか犯人が自白するやつみたいな。うわー、すごいすごい。おー、すごいなー。うわー、うわー、すごいなー。じゃあここでちょっとね、ご挨拶をしていきたいと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。今ね、やりますから。はい、今ね、さとこさんがですね、矢を入れます。どうぞ。行ったことないんだよ。飛びません。どうやったらこれ飛ぶんだろう。もうちょっとギュギュギュッと引っ張った方がいいんじゃない？いつ引くの？あ、ここに分かった。糸に引っ掛けるとこがあるんだ。はい、もっとギュギュギュッと遠慮なく。ギュギュギュ。おお。センターでした。本当かよ。本当。じゃあ今度値やる。うん。値やってみる。はい。これも。はい。よし。では失礼いたします。はい。取れてんの？はいはい。うん。よし。風が結構むずいかな、これ。よし。いきます。はい。飛ばないだからさ、あれなんだよ。紐にさ、はい。ここかました？はい。これ。はい。かましたんですけど、かまして、はい。この指を下だな。支えるだけ。こうやって。はい。ここで。はい。ここで。はい。はい、行きます。どうだったの？端っこでした。かなり外れました。そうです。でも、矢は勢いよく飛びました。よかった。はい、お疲れ様です。ということで。風がすごかったね。すごかったね。ちょっと。だったね。もう朝9時半に出発して、ノンストップで各神社を回ってきましたね。そろそろ2時。2時で、私たち朝ごはんを
しっかり食べて、めっちゃ食べてご飯を2杯食べましたので、お味噌汁もうそうお味噌汁も2杯飲んで、でも全然お昼お腹空いてなかったので、もうノンストップで、まあ今ちょっとね小腹が空いたなというところで、今ここは湯の本温泉の入り口にあるそうカフェ、海の駅カフェ、なんかもともとお姉さん聞けばよかったね埼玉から移住してきたという噂のカフェですっていうところなんですけど、すごいね美味しそうなチーズですはい、私はチョコレートスコーンにしてみました、チョコレートスコーンとカフェラテ、ちょっと温まりましょう。いやだいぶ吹きさらされた感じでしたので、風強かったね。極めつきが龍蛇温泉じゃなくて神社龍田温泉じゃない、温泉じゃない、もう温泉に浸かりたくて仕方がないっていうね。いやーもうザッバーンだと思う。やばかったな。本当火曜サスペンス劇場やばかったです本当に。感じ。海に落ちたら大変。いや本当落ちそうだったっていうか、落ちる人いると思うんだけどあれ。落ちたら痛いよあそこ。やだね。岩だらけだったもん。しかもなんかこうでもあんだけ無防備にあれ風にされてるってことは、まあ落ちた人はいないんだろうきっと。いたら多分何かしらの対策されるだろうから。で挙句にさ、なんかお賽銭箱をちっちゃい祠にこう入れたんだけれども、そこになんか防犯のため壱岐神社でお預かりしてますって書いてあって、もうちょっと早く言ってくれいっていうさ。書いてある。はい。というわけで、まあとはいえすごいもう本当ノンストップでビュンビュンビュンって回ってきたね。で結構やっぱゼロ磁場系なので、はい。中にチーズがゴロッと。美味しそう、とっても。ちょっと食べてみる。ごめんねゼロ磁場。いいよ。はい。そうゼロ磁場系だから割となんかカーナビに表示されないマップにもあんま載ってない的な感じで、でもなんかどこどこに行きたいですって言ったらちゃんとね、道がこう開かれるという、なんか iPhone の導きがあると。もさ、なんか行ってるとなんかね、自分の現在地がなんか全然違うところになったりとかして、ちょっとあんま当てにならないなって。どっちから来たんだっけっていう。そうだよね。まあでも道に迷うこともなく、何のトラブルもなく、非常にこう最短ルートでシャッと回って、でちょっとね曇ってきつつあったので、湯の本あたりの方がまだちょっと晴れてんのかな。あっちの勝本の方が少し雲が出てきたので。まあちょっと一回休憩しましょうかっていうところで、最後月読神社という、月読神社ってなかなか珍しいよね。伊勢にあるのを知ってるけど他あんまりないよね。でね、ゆるっと古事記でおなじみの佐渡の解説に出てくる月読ちゃんですけど、もう謎に隠されている、生まれました終わりみたいなね。その後の物語がないみたいな。謎の隠された、まあ夜の世界を守っている神様だから出てこないんだよね、昼間にはね。そういうことですね。これ私はチョコレートスコーンにしてみたんですけど、すごくサクサクで美味しい。いいね。そう静かだし、ちょうど誰もいなくなる。まあ今の時期が息がやっぱね、シーズンオフなんです。今完全に。そうだから4月からですね。普通に遊覧船乗ろうと思ってたんだよね。普通にやってませんっていうこの時期。4月までやってませんっていう。まあだからやっぱりウニが旬を迎えるシーズンがオンなんだね。なんか4月からあれが漁ができるんでね、ウニ取ってもいいのがね。冬は取っちゃいけないことになる。あ、そうなんだね。へえ、よく知ってるね。常識ですみたいな顔した今。そういうのあるの？そういうのあるの？あゆとかも。あ、そうなのね。
初めて聞いそう立春からの我々の創立記念日からの建国記念日というね、このめでたい並びになってるわけなんですよ。そうなんだ。はい。初めて聞いた。でなんかこう、西に行けばあったかいだろう感覚があったので、まあ、今回離島壱岐と、いや佐渡島じゃないなっていうところはあったんですよ。2月の壱岐は寒いよって言そうったよね。散々言って、言っだって福岡で雪降るんだよって、どうも明日雪降るらしいじゃん。はい、なんだけどいけるだろうっていう、よくわかんないこの感じで来てみました。でも逆になんだろう、人が少ないからすごい良かったですよ。ね、なんかわさわさしてなくて、まあオンシーズンがねどのくらいな感じかわかんないけど、ね、まあ真夏は海水浴とかね、したいだろうから。はい、ということで今日行った神社さんの中でどちらが一番そうだな、印象深かったですか？まあ御嶽面岳、そこはやっぱちょっとやばかったですね。まあ山が多分ご神体だよね。そうだね、そうだね。でまあ道開きの神様と芸能の神様だからね、まさにうちらに必要な、そうね、エネルギー。はい、皆さんに幸せをお届けできるように。つくやみちゃん面白かったけどね、なんか弓が入れたりとかね、ご自由にどうぞとか書いてあって面白かったけど、面白かったな。そうだね。だからなんだ、逆に、超有名な観光スポット的なところは一つも行ってません。そうね。鬼の足跡とか猿岩とかね。まあお天気次第ですね。お天気次第だね。あとはもう天に任せる。なんだっけ、壱岐のモンサミシェル。そうですね。はい、小島神社だっけ。ちょっと今日この後、今ね、まずそもそも大潮の時期らしいんですよ。だから干潮になると潮がバーッと引いて道ができて、その神社にね、島の神社に行けるっていうところなんだけど、干潮になっても切らないかもしれないので、大潮だから引くのが少ないんだよね。だからどこまでどうかな。ちょっと今日様子見てみてだね。この後干潮の時間がですね、6時25分でしたっけ？6時半ぐらいで。前後1時間ぐらいはなんかこう道ができるよっていう話なんだけど、どこまで引くかっていうのがちょっと後でちょっと見に行ってみようかな。そうね。はい。で判断しよう。まあまあまあ欲張らずにね、また来ますということで、じゃあまた。はい、ということで、ここからはまた音声と写真でお楽しみいただきたいなと思いますが、そんな感じでこのカフェの後に、一旦温泉で冷えた体を温め、温まったで改めて最後のスポット、最後に今回ね、予定していた最後の神社スポットである小島神社へ向かいました。多分みんな行くよね、ここはね。おそらくみんな行くであろうゆえに、ちゃんと駐車場が用意されていた。ね。でも分かりづらいんだよ。分かりづらい道だったんだけど、実はちゃんとまあ一番シンプルな道なりがもう道ができていて、で駐車場もちゃんと用意されていて、まあよかったね、とっても。まあ本当に次の日は本気に寒かったから。まあでもね、東京でね雪が降った日だよね。まあ3日目ですね。だからこのタイミングでね行かれてよかったですね。でその干潮が6時半頃ということで、まあ私たち着いたの5時半ぐらいだったんだね。だからもう本当ちょうどいい時間帯で、まあすごく夕日も綺麗にそうだね、夕日も見れたしね。まあ日が沈むのと反対方向なんだけどね、小島神社がある方は。そうだね。だから山の向こうの方に日が沈んだっていう感じでしたね。でそこをテクテク歩いて、でこのお山のてっぺんに祠があるところはもう
手袋を外すのが寒いので、写真もちょっともうままならず、帰ってきました。ご挨拶だけして帰ってきましたと。なんだっけ、モン・サン・ミッシェルっていう小島って、小島か。小島だけどね。小島にね、ある鳥居は平成30年に寄贈されたものだからすごく新しくって、鳥居がね。でさらにちゃんとなんか階段も整備されていて、綺麗になってたね。だからちょっとだからこの海岸ペリからその鳥居まで行く道なりがちょっと足元悪いっていう。まあ普段はあれだよ、海の中だからさ。そうよね。そうそう。潮が引いて道ができるから、毎日海に浸かってるわけよ。そうよね。そうそう。なのでちょっとそこは足元悪いので気をつけて行ってくださいっていうところなんだけど、そこまで行ってしまえばもう整備されててすごく良かったですっていう感じだね。結構なんかね、石がゴロゴロしてるよね。島をぐるっと反対側に回るところとかもね。壱岐ってさ、もともとその火山かな、が隆起してるとこだから、なんか黒いね、そうだね。火山マグマが冷えましたみたいな。本当に。っていうのがね、結構ゴロゴロ。そう。そんなのもね、足元に気をつけながら見学してみてもすごく面白いかなって思いますよね。で、ガンの群れがねすごくいて、みんなで泳いでいたんだけど、もう極寒の寒い冷たい海にプカプカと浮いていて。人間からしたらもう拷問以外何者でもないにもかかわらず、彼らにとってはそれが普通という地毛があるからね、羽毛がね、そうまさに異文化理解でしたね。あ、そうそうなんまさに異文化理解でした。はい、やっぱりそのね、大前提が違うものは全く違うという、そんなことも教えてくれた小島神社の旅でしたね。ガンがね、ガンが教えてくれました。はい、そんな感じでしたね。小島さん、とてもいい場所でした。で、翌朝も行ってみたんだよね。そう。どの程度その潮が満ちてるのかっていうのをちょっと見たくって、翌朝も行ってみたら、道はまだあったね。朝9時ぐらいに到着したんだよね。だから朝の干潮が多分その6時から7時ぐらいの間だから、2時間ぐらいだとまだ海の下には沈んでないのかな。でもだいぶこの写真道は細くなっていた状態だったね。なので急いで行けばお参りはできるよっていう感じではありましたって。そんなで、そんなところで我々のこの行き旅は終わったわけなんですが、もともとそのジェットフォイルで、芦部港から帰ろうという計画だったのだけれど、もう前日の時点で欠航が決定しましたと。そうなんだよね。なんかね、欠航みたいな感じで。あれ予約したの昼ぐらいだ。違う、予約したの昼ぐらいだったっけ。そう。昼ぐらいにジェットフォイル予約した時はまだ結構予定だった。なるほど。結構決まってなかった。なるほど。なんだけど夜になったらもう欠航になってて。そうだよね。ガガンとやっぱりなっていう感じだったんだけど。キャンセルして。いやだって龍田神社の波の感じからしたら、ちょっとその船に乗るのも怖いぐらいの感じだったから、逆に良かったっていう話なんだけど。あれで乗ってたらね、むっちゃ揺れたと思う。やばかったと思う、本当に。なので欠航なので、普通のフェリーで帰りましょうということになり、その時間がさらに早まったんだよな。11時15分のフェリーに乗りますということで、またここでね、今回お世話になったベアーズレンタカーさんが、もう超神対応ということで、もうこうなったら、本当はだからその
郷の浦港そばにあるベアーズじゃなくてベアレンタカーさんの店舗に返して、で芦部港まで送ってもらうっていう体だったんだけど、もう芦部港に車乗り捨ててくださいと。そうで近くのここがガソリンスタンドでガソリンを入れて、でその係がもし迎えない場合は、レシートの写メを取って置いてくださいと。車置いといてと。そう、本来ね、乗り捨て料って別途かかるんだけど、今回はその時間が早まったのとこうちょうどチャラみたいな感じで、追加料金等々は一切なく、ね、ちゃん無事でガソリンも入れて、芦部港近くのエネオスは実は油屋さんです。はい、油屋壱岐 SS だったかな。そうそうそう、そこで入れて油屋市場、あ、そうだ、油屋市場ですね。はい。でそんなこんなで、無事またフェリーに乗り込み、はい、博多港に到着しましたね。結構揺れたけどね。そうだね、だいぶ揺れた。でももう行きの学びがあったので、もう寝る体で、もう速攻でこう場所を確保し、もうゴロンとして、結構ぐっすり寝ましたみたいな感じだったな。でもう寝て起きたら博多港に着いて、ここは全然トラブルなく時間通りしっかり定刻で着いて、あんなに海が荒れてもちゃんと時間通り作って偉いよね。すごいな、さすがです。というですね、はい、素晴らしい旅でしたね。でちゃんと土地の神様にご挨拶回りをして、ね、またね、いいご報告ができるようにまた頑張りますということで、ぜひまた何回も足を運びたいなと思いますね。やっぱりその一番大事なのは、欲張らない、無理しない。今回結構コンディション的にはそんなに良いコンディションではなかったね。そうそうそう、それはもうすでに何ヶ月前から分かっていた。一気に行くって言い出した時から分かっていた。それは10月の頃でした。いや2月は寒いでっていうことも分かっていたけれども、そんな中でも十分に素晴らしい旅でしたね。十分に有り余る旅になったなということでしたね。なんで本当に欲張らない、無理しない、しっかりこう樽を知る感謝とともにいけばうまくいくよというね、そんなことを学んだ旅でしたね。そうだね。何にフォーカスするかやね。という感じで、締めたいと思います。ということです。はい。今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたら幸いです。行ってみてね。だね。はい。じゃあ最後におまけ。何の？最後におまけ。このつくよみ神社さんにいたこの猫ちゃんは一体何だったの？猫ちゃんいたよね。不思議な猫ちゃん。とっても小柄な子だったな。なんだろうね。あそこに住んでんのかな。ね、氏神様だなきっと。なんか神社の裏の方に住んでるんかなみたいな。首はしてないんだけど、やたらに毛並みが美しく整っている。綺麗な猫やったね。そう。あとはワシかタカかどっちか。トンビではないと思う。顔がすごく大きかったもん。タカかな。タカっぽかったんだけど。カメラに収めることができなかった。やっぱり自然動物は難しい。はい、という出会いがあった旅でしたね。はい、ということでまた行きたいと思います。はい、ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。またね。